こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まずオンチェーン関連では、ビットコインの短期保有者がここ最近の急落で、ビットコインを取引所に送金して売ってるのが観測されています。この短期保有者が取得単価よりも低い価格で取引所に送金して損失を確定すると、大体価格的に短期底値と言われてるんですけども、その送金量の目安が通常であれば20億ドル相当送金されたら大体底値と言われてるんですが、今回は80億ドル相当の送金が見られてまして、過去最高の数値を叩いていることから、先日の9万ドルあたりが一旦の底値なんじゃないかと期待されてます。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点ではプラス傾向となってます。2日連続の流出でストップとなるのか注目ですね。そしてイーサもプラスとなってます。で、先ほどブラックロックにプラス 0.55 億ドルの流入があるという情報が流れたんで、全体では1億ドル近くの流入にはなりそうですね。今までの傾向と比較するとですね、ビットコインよりもイーサの方が盛り返してきてる印象あります。香港はビットコインがプラス 20.68BTC とビビたる流入、イーサはゼロとなってますね。ビットコインの価格は現在95,700ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、米新規失業保険申請件数、米実質 GDP、米 PC などがありました。全体的に所得、雇用、景気改善示唆の印象ありますけども、他では ECB 理事の利下げ牽制声明や日銀の利上げ警戒などがありまして、米ドル安傾向継続となっています。で、米市場開場後はですね、米金利、米株各指数は下落となってまして、ビットコインが単独で強くなっている状態で、アルトや仮想通貨関連株も上向きになっています。個別株の方では、マイニング企業のアイリスエナジーの幹部がですね、ビットコインでの配当を匂わせたり、AI 企業から需要が生まれていることなどを語ったことが注目されてまして、株価もプラス 29.7% と急上昇しています。ビットコインの先物の方では、大岩全体でプラス 2.52%、額としては610億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.6%、バイナスミはショートが 50.8% と下寄りになっています。今後の指標としては、11月28日にユーロ景況感指数11月、11月29日にユーロ HICP、各国の実質 GDP、11月30日に中国の PMI などが控えております。他アナリストの見解ではですね、ビットコインはまた10万ドルを試すんじゃないかとか、あとはアルトのイーサ、ソラナ、エイダが市場を牽引してるんじゃないかというですね、ギャラクシーリサーチ、QCP キャピタルらの見解が注目されています。そしてオンレンチャン企画ですね、昨日の私の予想では、米指標がまだ残っているもののですね、それが終わった後の米祝日前に反発があるんじゃないかと。なので、11月28日、AM6 時時点のビットコインは昨日の 92,395 ドルよりも上という予想でした。結果としては、米ドル安、米株安となっているもののですね、ビットコインは単独で強く反発しまして、判定時刻の11月28日、AM6 時時点のビットコインは 96,482 ドルということで、92,395 ドルよりも上なんであたりです。マジでね、昨日のボンミスが悔やまれ。仕方ないですね。次行きますか。では明日の予想ですね。米指標が一息ついて、また翌日も米市場は半休なんですけど、10万ドルあたりなんで、チャート的には折り返してまた下ということも考えられますけど、単独の強さを評価して上にしたいと思います。もう一回10万ドルの攻防に行きたいですね。なので11月29日 AM6 時時点のビットコインは現在の 95,949 ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としてはユーロ景況感指数が本日19時あたりに発表となっています。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3640ドル、BTC 建ては 0.0380 と、先物の方では大岩全体でプラス 14.8%、額としては240億ドル相当、急上昇して再度定値更新となっています。比率としては全体ではショートが 54.3%、バイナンスミはロングが 67.8% と下寄りになっています。イーサ関連の話題では、先物の OI が定値を更新したことと、あとは先日取り上げたビットコインドミナンスの下落、ブロブの手数料増加などからですね、オンチェーンの方でも強気になる要素が出てきています。ETF の方でも流入が見えますし、チャート的にもドル建てで抵抗と見られていた3600ドルを超えてまして、BTC 建てもプラス 5.8%、0.038 と、単独での強さが見えますね。チャート的にはドル建てでは次は4000ドルの攻防、BTC 建てでは長期では
0.04 を超えてですね、0.05 の攻防に回帰できるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとその他の動向ではトルネードキャッシュが逆転勝訴となってます。で、この裁判はですね、トルネードキャッシュがハッカーや犯罪集団のマネロンに使われていることから、米国の財務省外国資産管理局 OFAC がですね、トルネードキャッシュの利用を禁止にして、開発者らに実刑判決が下ったりしてたんですけども、それに異議を唱えたコインベースら仮想通貨側が OFAC に対して訴訟を起こしていました。で、下級裁判では要求が通らなかったんですけども、今回の控訴裁判で下った判決ではですね、トルネードキャッシュのスマートコントラクトは財産に該当しないため、OFAC の権限の範囲外にあると。なので OFAC がトルネードキャッシュに制裁を加えることはできないという判決になっています。で、この判決を受けてトルネードキャッシュのトークンも一時プラス 1000% 超えとなってまして急騰してますね。最近は SEC もそうですけども、その管轄外であるというのが正式に認められて、仮想通貨に有利なファンドが出るようになりましたね。一応今のところでは最高裁でも判決は覆らないと見られてますけども、その後の進捗に注目ですね。あとはブラジルの下院の方でビットコインを準備金にする法案が提出されています。ブラジルの国際準備金約3720億ドルのうち最大 5% をビットコインに割り当てる法案とされています。こちらも米国に次ぐ動きとなってますね。あと他ではテザーがユーロステーブルのユーロ T の提供終了を発表しています。欧州の MIC 規制と需要の減少が理由とされてますね。やっぱり欧州方面ではテザーがサービス拡大できずにですね、他が進出しているイメージありますね。あとその他資金調達、リリース関連では DeFi のセガが事業売却を発表、DeFi のアバントプロトコルが650万ドル調達、ウォレットコネクトがエアドロップ実施を発表しています。セガは日本のアトイさんのプロトコルですね。売却先と金額は非公開となってますけども、当初の評価額は6000万ドル超えとされてました。年末までにプラットフォームを廃止するとのことなんで、資金が入っている方は抜いておいた方が良さそうですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。